笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーである井出ちゃんです。このチャンネルでは主にパーキンソン病に効果のある運動や日常生活の過ごし方、パーキンソン病に関わる知識なども分かりやすくお届けしていきます。現状の運動機能の維持のためにも動画を患者さん同士で共有したり、一緒に運動をしてご自分のために長く続けていっていただきたいと思います。継続的に動画を見て運動をしたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして公式 LINE ではどの運動をどれくらいやっていくべきかをリマインド的にお伝えしますので、このチャンネルの概要欄にある公式 LINE リンクから登録をお願いします。今回はパーキンソン病の知識第9弾としてパーキンソン病と便秘を取り上げたいと思います。パーキンソン病患者さんの約7割の方がお悩みの便秘ですが、私は理学療法士として排泄の適した姿勢や運動について指導するべきところですが、その前に栄養のところでもお伝えした通り、そもそも便を出すにも食事摂取量が不足していたり、食事内容が偏っていたり、そのことによって食事から水分が得られていなかったりと、便を出すにも根本のところが不足している方も多くいらっしゃいます。ですので今回はパーキンソン病の便秘の病態、便秘による弊害、便秘の原因、便秘の一般的な治療、最後に排便に適した姿勢や運動について簡単にご説明できればと思っています。これを機に便秘にお悩みの方はいろいろな情報に振り回される前に根本的なところが確保できているか、整っているかを考えていただいて、その上で適切な対処法に取り組んでいただきたいと思います。それでは始めていきましょう。まずパーキンソン病の症状についてですが、パーキンソン病では運動症状と非運動症状といって運動機能以外の問題も生じます。この非運動症状の中の自律神経障害のうちの一つとして便秘が挙げられます。この便秘のような消化管障害はパーキンソン病患者さんに非常に多く、レボドパの吸収を低下させます。便秘でどの程度レボドパ吸収が悪くなるのかは分かりませんが、私の知っている患者さんには長年のかなりの頑固な便秘でオンオフがきつく、薬が全く効いていないかと感じる状態だったのが、たまたまパーキンソン病と全く関係ない疾患を併発したのを契機に、その併発した病気の薬を飲んで、むしろ排泄が緩くなりすぎるぐらいになってしまい、思わぬ形で便秘が解消されました。そこからめきめき抗パーキンソン病薬が効き出してスタスタと歩けるようになったという例もあります。では便秘をこじらせるとどんな弊害があるかということですが、もちろん薬効が弱くなることも挙げられますが、重篤化すると38度以上の高熱や意識障害を引き起こす悪性症候群という症状が起きたり、麻痺性イレウスのような前動運動が一時的に麻痺してしまい、便が腸に詰まってしまうという症状を引き起こす場合もあります。よってパーキンソン病患者さんにおいて消化管障害は予後を低下させる症候であり、治療の重要なターゲットになっています。さらに最近ではそもそもパーキンソン病の初発症状が便秘であることが明らかになっています。基準としては腸管壁内神経層にレビー小体が出現し沈着するということがパーキンソン病のごく初期から見られるようです。ですのでパーキンソン病は中脳黒質から起こるのではなく、腸管壁にレビー小体が沈着することから始まるということです。排便とその後のパーキンソン病発症リスクとしては、排便が1日1回の人と1日1回未満の人では
後者でパーキンソン病発症リスクが2倍高く、1日2回以上の人と1日1回未満の人では後者でパーキンソン病発症リスクが4倍高くなることが分かっています。すなわち便秘は将来の運動症候につながる可能性があり、運動症状が発現する10から20年以上前から便秘としてパーキンソン病の初発症状が起こっているということになります。では、パーキンソン病患者さんで消化器症状はどのくらいの確率で起こるのでしょうか。まず、胃もたれ、胃食道逆流は 30% 程度、便秘のような下部消化管症候は 70% 程度で見られるようです。胃の問題も大きく、L ドパは十二指腸で吸収されますので、胃での消化がうまくなされなければ L ドパ吸収に問題が起こります。そして便秘を患っている方は実に 70% もおられます。便秘の原因は先ほどもお伝えした通り、自律神経系の迷走神経背側運動核にレビー小体が蓄積して変性を起こすことが一つ、そして食事の偏り、水分摂取の低下が挙げられます。ここが冒頭でお伝えした根本のところになります。ですので、便秘の治療としては水分と野菜を十分に摂る。これがまず第一選択です。水分摂取量は体重 50kg で2リットル程度必要とされています。2リットルです。取れているでしょうか。特に頻尿を気にするあまり水分摂取を控えている方も多いようです。そして緩下剤の服用ですが、就寝前にこれも少量ではなくコップ1杯の水とともに飲む、毎日飲むのが適切であるとされています。特に夜間の頻尿を気にされている方もいらっしゃると思いますが、下剤を飲めば水分は下剤に吸収されるようですので、恐れずコップ1杯の水で服用しましょう。そして大事なことですので、水分摂取についてもう少しお話ししたいと思います。パーキンソン病では、特に高齢のパーキンソン病患者さんは脱水、栄養障害、悪性症候群に陥りやすいと言われています。脱水の原因は頻尿で出ていってしまうから、または嚥下障害でたくさん飲めないから、またはどれくらい飲んでいるかを把握できていないなど認知障害によるものや、ジスキネジアなど不随運動や自律神経障害による発汗異常によるものなどが挙げられます。ですので、やはりそもそもパーキンソン病は水分が足りず脱水になりやすい。脱水になるということは水分摂取が足りない傾向にあるということです。繰り返しになりますが、体重 50kg の方で推奨される水分摂取量は1日2リットルです。このうち1リットルは食事から取ります。考えてみてください。2リットル取っているでしょうか。なぜこれを口酸っぱく言うかですが、よく便秘の方に水分取ってますかと聞くんですが、皆さんパーキンソン病は便秘になりやすいからもちろん取ってるよ、取るようにしてるよとお答えいただくんです。ですが実際に飲んでいる量を具体的に聞いたら、総計で1日500のペットボトル1本分しか取っていなかったり、その他にも水を1リットル頑張って取っていても食事量が少なすぎて食事からほぼ水分を取れていなかったり、子供も成人して出ていくと夫婦または一人暮らしの毎日で味噌汁を毎回作って飲む方も多くはないと思います。ですので、取っていると思っていても実際は取れていない方が大半かと思います。私のおすすめは、しっかり目で確認できる形で水を取るという方法で、例えば食事量が少ないという自覚がある方は、毎朝500のペットボトル3本 1.5 リットルをテーブルに置いて、それを1日かけて飲み切るというふうに、ちゃんと日々の水分摂取量を目で見て管理していただく方法です。
こまでのご説明は循環器などの合併症をお持ちでない方の場合のお話で、もし腎臓、心臓に疾患をお持ちの方は1日の水分摂取量は主治医の指示を仰いでください。ここまでのまとめで何度も言いますが、便秘の治療法はまず水分と野菜を十分に摂る。これを第一、基本として考えましょう。ここが整った上で緩下剤、便秘にいい体操を取り入れていきましょう。実際に便秘にいい排泄の姿勢や便秘に良い体操を聞かれることもありますが、水分も取れていなくて腸の中でカチカチになっている便の場合は運動をしてもなかなか難しいかと思いますので、何度も言いますが、水分、栄養を整えられるように工夫をすることにまず思考を費やしてください。ヨーグルトがいい、バナナがいい、豆乳がいいといろんな情報で迷う前に、まず根本の食事量、水分量を適切に確保してください。毎日冷蔵庫にある野菜を放り込んだ野菜たっぷりの味噌汁を毎食とるでもいいと思います。何か一つ始めてみましょう。では、水分と栄養について熱く語りましたが、簡単な体操だけご紹介します。まず、姿勢異常の実技でもありましたうつ伏せも腹筋を刺激してくれるので簡単でいいです。うつ伏せを毎日30分取ることが推奨されています。他には仰向けで寝て膝を抱きかかえる姿勢をとる。可能であれば寝ているところから体を起こすなども有効です。腹筋が刺激されるのとガス抜きにもなりますので、就寝前などにぜひ取り入れてみてください。また、運動プログラム動画5と6の寝返りや起き上がりも腹筋が刺激されますので、便秘のためだけではなく、気虚動作練習、姿勢異常改善として日々の運動に取り入れていただければと思います。そして排便に適した姿勢ですが、トイレに踏み台を置いて踏み台に足を乗せた状態で前傾姿勢をとります。どちらかというと和式の尊虚姿勢に近い形となります。理想は体全体と太ももの角度が35度程度になると、直腸と肛門の角度が120度程度で直線に近くなり出しやすいとされています。こちらは毎回のトイレで簡単に取り入れられるかと思いますので、便秘にお悩みの方はぜひやってみてください。それでは今回の内容は以上です。今回はパーキンソン病と便秘というお題でお話ししました。便秘にお悩みの方は非常に多いかと思いますが、いろいろな情報を得てどれを選べばいいかわからなくなる前に、まず根本のところが確保されているかをじっくり考えていただいて、しっかり食べて、しっかり飲んで、運動をして、すっきりとした毎日を送っていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。